では、不妊治療の説明をさせていただきます。保険診療で一般不妊治療を受けられる方へ、一般不妊治療というのはタイミング法と人工授精を指します。2022年4月1日から保険診療で治療することができるようになりました。ただ、そのためには患者さんにしっかりと説明をすると、そういうふうなハードルがあって、それを超えて初めて保険診療が運用できるという、そういうふうなステップがありますので、ぜひこの機会に治療についてお話をしたいと思います。まず、不妊症の定義ですけども、生殖年齢の男女が居住を希望して定期的、予想排卵時期ですね、生理と生理のちょうど中間期に2から3回性行為を行っているのにもかかわらず、1年間妊娠が成立しない場合を不妊症と定義します。これはなぜかと言いますと、80% のカップルが1年間で妊娠をするからです。そのため、残りの 20% のカップルの方が赤ちゃんができにくいのではないかというふうに考えて、この定義ができています。まず、赤ちゃんができにくいかなというふうに感じたときに、最初にやる検査ですけども、クリニックによったら不妊の検査っていうのは非常にたくさんありまして、その検査を全部予定するところも非常に多いですけども、本当に必要な検査っていうのはこの4つです。まず、卵巣の機能検査です。卵巣の機能、卵巣の働きっていうのは、あと卵巣っていうのは年齢とともに力を落とす代表的な臓器です。この AMH とかエストラダイオール、FSH、LH などのホルモンを測定することによって、妊娠が成立するのに必要な卵巣の力があるかどうかっていうことをまず見ることが大切です。力がたくさんあるようだったら、ゆっくりと腰を落ち着けて治療を進めていけばいいですし、力が少し落ちているようであれば、早めに治療を進めていかないといけないという、そういうことの判断になります。その次ですね、超音波卵管造影ですね。あと、卵管が通っているか詰まっているか、それを見ないといけない。自然妊娠や人工授精には卵管が通っているということが必要最低限の条件になるわけです。だからこの検査を先にしてタイミングを測ったり人工授精をしたりすることが有意義かどうかっていうのを見てきて、あらかじめクラミジア抗体の検査をしておかないと、検査のためにクラミジアを腹腔内にばらまいてしまって腹膜炎を起こす可能性がありますので、このクラミジアの検査は検査に先立ってやっておかなければなりません。この検査は生理の7日目か8日目、生理が終わったすぐ、あと午前中にする検査です。その次、子宮筋腫とか子宮内膜ポリープ、卵巣脳腫、卵管水腫などの病変は経腟超音波ではっきりとわかります。そういうものが妊娠の邪魔をする可能性のある病態なので、そういうものがあるかどうかを必ず見ておくことが大切です。最後に4つ目、フーナーテストですね。排卵期に関係を持ってもらって、その次の日に子宮の入り口、経管と呼ばれてますけども、そこの粘液を取って十分な数の精子が子宮の中に侵入しているかどうかを見るのがフーナーテストです。フーナーテストによりタイミングがしっかり合っているか、正規の検査の必要があるかについてもわかります。すなわち、最初に必要な検査の施行時期は Day2 か Day3 で卵巣機能検査をして、7か Day8 で卵管造影をして、ちょうど排卵期に超音波検査とフーナーテストをする。そうすると、どういうふうな検査が必要か、あるいはどういうふうな治療っていうのがその方に合っているかっていうことが、大体予想をつけることができるわけです。うちでは妊娠までには10個のハードルがあるというふうに考えています。1番は膣の中へ十分量の精液を注入することです。これができない方は、例えば ED 薬を飲んでもらったりして、膣の中へ、これが妊娠の第一歩です。2番目、その膣の中に入った精子が子宮の入り口の粘液の中へ侵入しているかどうか、侵入できるかどうか、そしてその3番ですね、卵管が詰まっていないかどうか。4番ですね、適切な時期での排卵が起こっているかどうか。この1番から4番までのハードルを乗り越えるのをサポートするのが一般不妊治療、タイミングと人工授精と呼ばれるものです。今お話したのをアニメーションを使って説明します。これが子宮です。子宮の入り口はばい菌が入らないように粘稠な粘液が詰まっています。そして黄色いのが卵胞です。これが卵管です。膣の一番奥に子宮の入り口が顔を出しています。そしてこういうふうに卵胞がまだ小さい時期には膣の中で関係を持った
で射精したとしても、精子っていうのは子宮の中へ入っていけないわけです。子宮の中にたくさん精子が入らないと妊娠は叶わないわけですから、人間の体がうまくできていて、卵胞が大きくなってくると、ホルモンの力で子宮の入り口の粘液が透明な粘液に姿を変えます。その頃に関係を持つと門が開いたわけですから、精子がどんどん子宮の中へ入っていくことができるわけです。これが1番と2番ですね。子宮卵管添えでは、この卵管が通っていないと精子と卵子が出会えないわけですから、こういうふうに子宮の中に造影剤を入れて卵管が通っているかどうかを見るわけですね。この検査をしておくと、あとは精子と卵子がタイミングが合えば出会う可能性があるわけですから、フーナーテストをしてタイミングが合うかどうか。フーナーテストっていうのは先ほど説明しましたけども、卵胞が大きくなってですね、そして子宮の入り口の粘液が透明になった時に、準備ができた時に関係を持ってもらって、その次の日に奥さんに来てもらってですね、この子宮の入り口の粘液を顕微鏡で見てみるわけですね。そうすると、精子がたくさん入っていれば、1番、タイミングがドンピシャリで合っているかどうかがわかります。2番、精子が全然いない、動きが悪いということであれば、精液の検査をする必要があるかどうかがわかります。3番、抗精子抗体、精子が全然動いていなければ、奥さんの中に抗精子抗体というものを持っていらっしゃる人がいらっしゃるので、そういうふうな検査が必要です。そして、もっと言えば、精子が子宮の中にたくさん入っているわけだから、人工授精ですね。精子をたくさん子宮の中に入れる方が、そのカップルに有効かどうかもわかるわけです。人工授精ですね。適用は軽度の精子が少し少ない方、そして精子の動きが悪い方、そしてフーナーテストが良くない方、精子が入っていない方、そして ED 等でタイミングを測りにくいカップルの方に対して、生理の3日目に測定して、生理の12日目から14日目ぐらいに来院してホルモンの値を測って人工授精の日を決めて人工授精を行う。で、人工授精っていうのは卵胞が大きくなってきた時にですね、精子を持ってきてもらって、それを濃縮して濃くして、そしてカテーテルで子宮の中へ注入をすると。これが人工授精のメカニズムというか方法です。そして人工授精の場合には、排卵が遅い方には排卵誘発剤を使ってちょうどいい時期に排卵をさせますので、4番目のハードルもカバーすることになります。正常の月経周期っていうのは25から34日っていうふうに決まっています。で、高温期が14日間、排卵の翌日より続くということも、これも定義されています。としますと、正常な排卵時期っていうのは、生理の引いて11日目から20日目までに起こらないといけない。なんでこの時期に排卵が起こらないといけないかっていうと、排卵される卵の質が低下するというふうに考えられているからです。卵の質が低下すると、妊娠率は下がるし、流産率が上がってしまうので、それで適当量の排卵誘発剤を使って、で人工授精をするとか、タイミングをするとか、測るとか、そういうことになるわけです。すなわち、一般不妊治療と体外受精などの生殖補助医療がありまして、この部分が4月の1日から保険が効くようになったわけです。で、人工授精をする方はタイミングをする方は、この不妊治療というものの、こういうふうにいらっしゃるわけですね。で、タイミングの人は、生理の3日目、生理の12日目に来てもらって見ていく。人工授精の方は、こういうふうなスケジュールで見ていくと。そういうふうなことで治療を進めていくことになります。何かわからないこと、疑問な点があれば、また奥さんにお話をしてもらってですね、LINE の時に何でも質問してください。治療についてよく納得されて、同意ができれば保険を効かせて治療を進めていくことができます。では、よろしくお願いします。